トマトチーズカツ弁当を作ります。爆速弁当ではないけど、参考までに調理時間を計っておきます。かまぼこのピンク色の部分を鼻の型で抜きます。6年くらい前から可愛い卵焼きを発信していますが、今回はもっと簡単に誰でもパッと作れる可愛いオムレツにします。白い部分はママが朝食で食べます。今年も庭のズッキーニが取れ始めました。1センチくらいの輪切りにします。ブロッコリーを1房水につけてから洗います。トマトも1センチくらいの厚さに輪切り。卵に好みの調味料を混ぜます。今回は白だしとみりんを少しずつ混ぜました。熱したフライパンでさっと適当に半熟状に混ぜたら、シリコンカップなどの小さな耐熱容器に入れます。卵焼き巻くのが面倒だなぁという日におすすめです。ちょっと多いかな？少し底に残る卵液を上からかけて、かまぼこやカニカマのお花、枝豆などを乗せます。ラップをして500ワットで20秒温めました。押してみてしっかり火が通るまで温めます。パン粉。卵を溶いた入れ物に天ぷら粉と同量の水を混ぜておきました。薄切り豚ロース。すごく薄くて開きにくい。塩コショウ少々とトマト、チーズ、お肉で包みます。薄くてちゃんと包めない。トマトが透けてる。お肉をもう1枚追加して包みました。これでよし。バッター液を塗って、パン粉をまぶしたら、焼きます。フライパンは卵を焼いた後、キッチンペーパーで拭きました。この日はワンパンで作るので、フライパンの上の方だけに油を少し多めに入れました。ふわっとホイルをかぶせて、目玉焼きシートにズッキーニと、もう一つには水を少し入れて、洗ったブロッコリーを蒸し焼きにします。先日、青果店でパプリカが安く売っていたので、切って冷凍しておきました。600ワットで2分加熱します。ズッキーニは塩コショウとカレー粉を少し振りかけます。カレー粉は防腐効果や食欲増進、疲労回復、代謝アップなど夏バテ予防にも期待できます。ブロッコリーを取り出して、加熱したパプリカの水気をしっかり取ったら、塩昆布、鶏ガラの素を少しだけ、ごま油といりごまを和えます。ズッキーニも取り出したら、あとはトマトチーズカツ。ちょっと焦げた。慌てて取り出して、調理時間は25分くらいでした。おかずが冷めたら、オムレツをカップから取り出して、カツを切ります。これ夕食にもよく作るのですが、美味しいですよね。今年も庭の大葉がたくさん取れます。
トマトカツ用に一応ソースも持たせますが、塩コショウをしているのとチーズが入っているので、そのままでも美味しいです。パプリカをたくさん詰めて、ズッキーニのカレー炒め、ミニトマト、パセリとふりかけ、いりごまを振って完成。オムレツかわいい。この日はひき肉でポン・デ・リング弁当です。またまた簡単オムレツにします。まずわさび醤油和えようにかまぼこを4枚切って、白い部分を猫の型で抜きます。残りは朝食で食べました。ズッキーニ3枚輪切りにします。この日もブロッコリー、冷凍してあるウインナー5ミリくらいの斜め切りにしました。玉ねぎは1センチくらいの輪切りにして、仕上がりの大きさを考えて好きな部分を使います。今回は中くらいのサイズの玉ねぎなので、真ん中の外側2本を使うことにします。卵に白だしとみりんを少しずつ混ぜて、フライパンの温めが足りなかった。適当に混ぜて、半熟の状態でシリコンカップに入れて、そこに残った卵液とかまぼこ猫を乗せたら、ふわっとラップをして500ワットで20秒温めました。フライパンを拭いて、豚ひき肉 180g、ソースを作らなくていいように塩を強めに振ります。胡椒少々と、カレー粉小さじ3分の2ぐらい、片栗粉小さじ1、ほとんど残ってなかった卵液、チーズ大さじ1から2、混ぜ合わせます。スパイスの抗菌作用や食欲増進など、夏にぴったりのカレー味にしました。2つに分けて、玉ねぎを包みます。ポン・デ・リングをひき肉で作ったら楽かなぁと思ってやってみました。ひき肉を混ぜる手間や完成したものが別物になるので何とも言えないですが、玉ねぎに豚バラスライスがうまく巻けない、巻くの面倒というストレスはないです。前に作ったポン・デ・リング風ミートボール弁当より簡単です。フライパンの空いているスペースに目玉焼きシートを置いて、一つはウインナーとパプリカ、もう一つはかまぼことズッキーニ、最後にブロッコリーを入れます。アルミホイルをかぶせる理由は、火の通りが早くなる、肉料理と副菜を分けられる、蓋より水分を閉じ込めずべちゃっとしない、蓋を洗う手間が省ける、などいろいろありますが、その日のおかずによってちゃんと蓋を使う日も多いです。パプリカはコンソメを少しと塩コショウ少々で味付け。かまぼこズッキーニはわさび、醤油、オリーブオイルを混ぜてかけました。抗菌作用のあるわさびは夏のお弁当によく使います。香ばしい焼きチーズカレー、食欲をそそります。この日も調理時間は25分くらいでした。おかずを冷まします。海苔パンチで猫に顔をつけます。
マヨネーズでつけています。これはライオンのふりをした猫です。おかずが冷めたらお弁当箱に詰めます。焼きチーズカレーリングが想像より大きくて、無理やり詰め込んでいます。パプリカを切って冷凍しておくと、一気にお弁当作りが楽になります。彩りや栄養面が良くなるし、さっと使えて便利。緑のピーマンも混ぜて冷凍してあります。ズッキーニとかまぼこは交互に詰めて、いつもどこに置くか迷うトマトを乗せて、完成。ライオンになりきっている猫。豚こまの黒酢炒め弁当を作ります。ナスは1センチの厚さに輪切りにして水にさらします。ズッキーニも同じように輪切り。調理時間を計るのを忘れていました。冷凍してあるウインナー。ちょっとおかずが足りない時など、冷凍しておくと心強い。ズッキーニの真ん中をくり抜きます。その穴にウインナーを詰めて、そのまま焼くとズッキーニが柔らかくなってウインナーが抜けてしまうので、チーズを少し置いてその上に乗せます。ナスの水気を拭いて、ブロッコリーを一房さらに小さく切り分けて、トースタープレートに卵、白だし、みりんを少し混ぜて、ナスにケチャップを塗ります。ウインナーとコーン、チーズを乗せます。ナスピザ、美味しいですよね。ホイルカップにブロッコリー、オリーブオイルと塩コショウをかけてトースターで焼きます。花形にくり抜いたズッキーニもブロッコリーと一緒に焼きました。豚こま肉 100g に米粉をまぶして、チョッパーで細かくして冷凍してある生姜とニンニク、少しずつ入れます。トースター軍団を一旦取り出して卵を半分に折ったら、もう少し焼きます。卵だけ焼きすぎないように先に取り出しました。冷凍パプリカも炒めて、調味料を合わせておきます。黒酢と醤油各大さじ 1.5 ずつ、酒大さじ1、砂糖小さじ2を混ぜ合わせておきます。トースター軍団が焼けました。フライパンに合わせておいた調味料を加えて炒め合わせます。汁気がなくなるまで照りよく炒めたら完成。おかずを冷まします。冷めたら急いでお弁当箱に詰めよう。お酢は
食べ物を傷みにくくする抗菌防腐効果や食欲促進、疲労回復効果などが期待でき、夏のお弁当にもぴったりです。お酢がおすすめ。よし、たくさん詰めました。ナスピザ。ズッキーニウインナー。卵。ブロッコリー。花の形のズッキーニ。ミニトマト。どこをいりごま振って。完成。黒酢炒め、美味しいと好評だったよ。ゆで卵のひき肉包み焼き弁当を作ります。夜遅く、3コインズのゆで卵型に卵を入れてから寝ました。ちょっと割れてるけど、ちゃんとハート型になっています。肝心の花の型。なんか想定外の見た目。何がどうなってる？しかも取れない。なんとか無理やり出したけど。割れてるし、黄身がはみ出しているし、綺麗にできている気がしない。卵のサイズがちょっと大きかったのかな。まあ、しょうがないから、やってみよう。クッキングシートに、ひき肉を薄く広げて、塩コショウ少々。ゆで卵を乗せて、包みます。今回は、朝パッと早くできるように、ひき肉だけで包んだけど、もちろんちゃんと、つなぎや、玉ねぎ、ミックスベジタブルなどを混ぜて、ミートローフにすると、もっと美味しいですね。クッキングシートで包んで、焦げないように水を少し入れて、蒸し焼きにしました。フライパンではなく、トースターで焼く場合は、上からさらにアルミホイルで包んでから焼きます。ついでに、野菜も一緒に蒸しておこう。花の型で抜いた人参と、ブロッコリー。茎も花にしておこう。つぼみの部分はよく洗ってから目玉焼きシートに入れます。はい、登場。冷凍パプリカ。600ワットで2分半温めました。オクラを塩で板ずりして、水で洗い流します。短いものは半分に、長いものは3つに切りました。水を大さじ1加えます。フライパンの水がなくなっていたので、水を足して、蒸し上がった野菜を取り出します。オクラも600ワットで1分温めます。味噌とみりんを少しずつと、いりごまを指ですりつぶしながら加えて、ブロッコリーに和えます。焼けたかな？念のためひっくり返して、もう少し焼こう。鮭の削り節と、めんつゆを少し、パプリカに和えます。
オクラには叩いた梅干しも殺菌・抗菌効果、夏バテや疲労回復、食欲アップなどが期待できて、夏のお弁当に使いたい食材です。白だしも少し加えて混ぜます。よし、焼けました。フライパンに酒、ケチャップ、ソースを入れて混ぜます。できたとタイマーを止めちゃったけど、やっぱり仕上げにバターを加えます。調理時間は23分くらいでした。おかずが冷めたら切ってみます。向きはこっちだっけ？どうかな？ゆで卵があの状態だと期待できなさそう。あんまりハートに見えない。まあ、大事なのは花の方だから。さあ、どうだ？来い。ぼやっとしてあまりお花に見えなかったよ。お花の形のゆで卵で作ったら可愛いだろうなと思いついて楽しみに作ったけど、あまり綺麗にできなかったので、また今度竹串で花ゆで卵を作ってリベンジしてみます。パプリカの酒節和え、オクラの梅和え、ブロッコリーのごま味噌和え、野菜を飾ったら完成。夏野菜で作るお弁当4日間でした。ご視聴ありがとうございます。またね。